それぞれ違うのもさ、また良くない？千田さんだけ、胸毛がチャームポイント。どうも、歌い手研究部部長翔平です。普段は歌い手さんを応援する会社、ファーストステップの経営とボイストレーナーをしています。今回はですね、浦島坂田線のベノムを取り上げていきたいと思います。ベノムボカロプロデューサー、怪力ベアさんが制作された YouTube でもね、もう1000万回再生されている超人気ボカロ楽曲ですね。この神曲を浦島坂田線がカバーしてるんだよ。浦島坂田線は、浦田貫さん、島さん、隣の坂田さん、千田さんからなる4人組のグループなんだけど、ここでね、一つ部員のみんなに謝罪しなきゃいけないことがあるんだよ。前回アップしたヴィラン YouTube 再生回数ランキングの中で、俺ね、浦島坂田線のことを浦島坂田ブレって言っちゃったんだよ。恥ずかしい。この場を借りて改めて訂正したいなって思います。てかね、何より千田さんにね、申し訳ないなと思うんだよね。だってさ、浦島坂田線ってそれぞれのメンバーの名前を取って作られたグループ名でしょ。これがさ、浦島坂田ブレになったら千田さんがブレラさんになっちゃうんだよ。千田さんほんとごめんなさい。だけどね、浦島坂田線のリスナー、クルーの皆さんがね、コメントでめちゃめちゃ優しかったんだよ。俺のミスを怒るんじゃなくて、優しく指摘してくれて、こんなに素敵なリスナーさんがたくさんいるグループなんだったら、もっと聞いてみたいということで、今回はこのベノムを取り上げさせてもらいたいと思いました。このようにこのチャンネルでは、歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について、楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は、今すぐ登録して、歌い手研究部に入部してください。また、先日、TikTok、Instagram で歌い手研究部の公式アカウントを改めて解説しました。こちらも気になるって方は、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。では、早速いってみましょう。行くぜ。もうイントロからめっちゃ乗れるっしょ。始まる始まる。僕らの人生、世界どこなんだ、探せよ探せ。さあ、イントロは一瞬聞くだけで、怪力ベアさんだってすぐわかる特徴的なギターのリフでスタートしていきます。そして、そのノリノリなイントロを終えて、千田さんがカットイン。相変わらずね、セクシーな歌声なんだけど、このポップなベノムに不思議とめっちゃ合うんだよね。そして、そこにエフェクトのかかった坂田さんのボーカルがカットインするんだけど、そう、このようにこの楽曲全体を通してメンバー同士のね、掛け合いがね、超気持ちいいんだよね。ただね、こんなポップな展開とは相反して、歌詞の内容はね、怪しい雰囲気なんだよね。足りないものなんだ僕らの人生、正解どこなんだ探せを探せ。何かが足りない気がするんだけど、それが何かわからない。このまま年老いてくなんて、こんなんクソゲーだろって。こんな歌詞から始まるんだよ。どういうことどういうことってなるでしょ。続き聞こう。島さん島さんアレクサ、裏アレクサ静かにするね。ごめん、ちょっと俺うるさいね。静かめに聞くね。さあ、このセクションは、島さんと浦田貫さんの歯切れのいいボーカルの掛け合いで展開していきます。でね、ここで部長のチェックポイントがあって、それはね、この浦島坂田線のメンバーが身にまとっている衣装、制服なんだよね。で、歌詞の中にも、校内っていうワードが出てきたりと、どうやらね、この楽曲の舞台は、学校で主人公はね、学生みたいなんだよね。そう考えるとさ、冒頭の何かが足りないんだけど、何かわからない、もやもやする感覚もさ、意味が分かってくるよね。だってさ、思春期の頃ってさ、そういうのあるじゃん。俺もそういうことあったよ。でね、主人公も思春期の頃特有の葛藤を抱えてます。毎日退屈で、学校の周りのみんなを見てても、なんかもやもやイライラしちゃうんだよね。周りのみんなはグループを作って和気あいあいとやってるんだけど、それもね、なんか仲良しごっこに見えちゃって、そこと一緒にはなりたくないなってね、思っちゃうんだよね。だけど、そんな風に下に構えてたらいつの間にか一人ぼっちになっちゃってるっていう。めっちゃわかるよね。先行こう。さあ、ここまで MV ではメンバー一人一人しか映されてなかったんだけど、サビではね、一気にカメラがバッと引いて、メンバー全員が映し出されます。そしてそれに合わせるように4人でサビを歌い上げてきます。
このさ、4人の歌声が混ざった時の化学反応っていうか、破壊力半端なくない？そしてその力強いボーカルの裏で歌詞がね、また面白いんだよ。求愛性孤独毒流れるるだとか、存在感地毒毒こぼるるる。もうね、言葉遊びが多彩なんだよね。主人公はね、やっぱり一人ぼっちは寂しいっていう気持ちも持ってるんだよね。このさ、一見すると真逆の感情なんだけど、どちらも確かに持ってるってさ、これ学生時代みんな誰もがね、経験したことあるんじゃないかなって思います。そんで、サビの最後、島さんの目。もうみんな絶対ここ何回もリピートして聞いたでしょ。わかる。俺も。さあ、2番の A メロは、浦田貫さんのボーカルでスタートしていくんだけど、歌詞の内容はすごく癖があるんだけど、このさ、浦田貫さんのポップな歌い回し、ポップな楽曲アレンジがあるから、いい感じに中和されて、すごく聴きやすいですよね。どんどん先行こう。サビ行くよ。さあ、2番のサビもメンバー4人全員での力強いユニゾンで展開していきます。でさ、さっきも言ったんだけど、みんな学生服を着てるんだけど、この着こなしがさ、それぞれ違うのもさ、また良くない？浦田貫さんは学ランの下にダボっとパーカーを着てるし、島さんは逆に学ランのボタンしっかり全部止めてんだよ。そんで、坂田さんは赤いベスト、千田さんは黄色のカーディガンっていうさ、学生時代に戻りたい。ただね、相変わらず歌詞の内容は引っかかるんだよね。特に俺が引っかかるのは、ここ、存在感、既読毒欲しがるる。いやさ、LINE で既読スルーされるのってめっちゃ辛いじゃん。なんだけど、それより寂しいのが未読スルーじゃない？せめて既読でいいからくれーってならない？だってそうじゃないと存在自体がないみたいじゃん。そんな気持ちが歌詞に込められてるんじゃないかなって思いました。で、サビの最後、今度は浦田貫さんの目。畳みかけてくるでしょ？次行こう。でね、感想面白いんだ。聞いて聞いて。そう、感想でいきなり浦島坂田線は日本の男性音楽ユニットであるだとか、グループやメンバーの説明文がブワーって出てくるんだよ。いや、さすが公式のミュージックビデオ分かりやすいなーって思ってたら、最後の最後で、全てウィキペディアより引用、こう出てくるんだよね。いや、公式なのにウィキペディア情報かーいって一人で画面に突っ込んだ人もたくさんいるんじゃないかな。で、もう一個ここで部長のチェックポイントがあって、それはそれぞれのメンバーの説明文の最後なんだけど、みんなそれぞれ最後に声優活動をしているみたいに声優の活動について触れられてるんだけど、最後4人目の千田さんだけ胸毛がチャームポイントって書かれてんだよ。いや、最後にオチに使われるっていうさ、この千田さんのみんなから愛されるキャラクターがあってこそだよね。いや、ほんと感想までリスナーを楽しませる仕掛けがあって面白いよね。最後行こう。さあ、最後のサビは MV の動きも激しくなったり、メロディーも変化があったりと、クライマックスを彩っていきます。そして歌詞では、もう悪性届く毒回るるる。もうね、取り返しのつかないところまで症状が進行しちゃってます。主人公はね、愛を求めて叫ぶんだけど、なかなかね、その毒はね、解毒されません。そう考えるとさ、この葛藤を抱えている主人公に対して、この浦島坂田線の4人のメンバーが、この楽曲を通して、優しく手を差し伸べてるようにも見えるよね。本当に見方や聞き方次第で、いろいろな捉え方ができる素敵な音源でしたね。さあ、いかがでしたでしょうか？この楽曲の最後をさ、メンバー4人全員での目で締めるところもさ、結束感というかさ、すごい良かったよね。もうね、1番、2番、そして最後のサビの目をね、何回も何回も繰り返しリピートしたっていうみんなは、素直にチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。大
大丈夫だから、君は一人じゃないから、俺も一緒だから。そしてね、この楽曲の主人公みたいに自分に葛藤を抱えている方でも素直に楽しめるようなチャンネル、そんな場所にしたいなって思ってます。これからも部員のみんな応援よろしくお願いします。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。